皆さんこんにちは、のばなです。前回はアメリカがめちゃくちゃ格差社会だとお伝えしましたが、今回はアメリカ生活でどうしても不思議に思うことをひたすら語っていきたいと思います。まずは自動車について。とにかく私が不思議に思うのは、なんで運転席の窓までフィルム貼って真っ黒にするねんってことです。いや、わかりますよ。夏暑いし、少しでも車内涼しくしたいですよね。でも相手の顔が全く見えないのってやっぱり危ないと思うんですよ。そんなに窓真っ黒にして VIP の人でも乗ってるんかって思います。そして2つ目、アメリカの車のウインカーが時々赤い。これ結構嫌なんですよね。日本のウインカーは橙色って決まってるらしいので、赤いウインカーなんて見たことがないんですが、アメリカだと赤いウインカーをよく見ます。私が運転が下手っていうのもありますが、そもそもウインカーを出さない人も多くて本当に困ります。曲がる意思をしっかりウインカーで示せって一人で車内で叫びます。赤色に関連することを挙げてみると、着色料の赤色40、もうありとあらゆる食品に着色料が入っていて本当にびっくりします。大人が食べるものに着色料が入っていても、それはもう自己責任で避けたい人は避ければよいと思うのですが、子供の歯磨き粉や解熱剤、鎮痛剤にまで赤色40使われているんですよね。じゃあ赤色40って一体何から作られているのか、最近よく耳にするチャット GPT さんに聞いてみました。赤色40は石油由来の合成化学物質から作られる人工着色料。自然の果物や植物から抽出されたものじゃなくて完全に化学合成なんだと返事が返ってきました。いやー、チャット GPT は優秀やねと感心してたんですが、子供用の鎮痛剤にまで着色料を入れる必要はないんちゃうかなと個人的に思います。小さい頭。いつも日本人は結構ひどいことすること。なんていう。いつも顔小さい、頭小さいだから今の結構小さい。顔小さいからね。この辺も美味しそうやな。4.5 キロで5ドルです。悪くない。じゃがいももめっちゃ安い。ソイビーンオイル。めっちゃある。いつもめっちゃある。買いましょうか。上もあるけど下もあるか。あんまり重いやついらんねんけど。よいしょ。さあ皆さん。なんぼや。0.73kg だって。ちょっと待って。皆さん、アメリカのクレジットスコア、信用スコアについてはご存知ですか？私もアメリカ行きが決まってからいろいろと調べたんですが、これがあるから格差はどんどん広がるんじゃないかと思うようになりました。クレジットスコアが低いと住宅ローンや自動車ローンの金利が高くなりますし、アパートが借りられないこともあるのだとか。信用スコアを下げることは簡単ですが、上げるのはとても難しい。1ヶ月滞納してしまったらスコアに影響が出るとのことなので、一度も滞納しないように私たちも毎月
きちんとクレジットカードの利用残高の全額を支払うようにしています。もしお金に余裕がなくなったら、支払いが遅れがちになったら、そしたらクレジットスコアは下がりますよね。スコアが下がると高金利ローンしか借りられなくなります。そうなるとさらに生活が苦しくなります。そして他のカードの申請も通りにくくなり、クレジットカードの元本は減らず、利息だけを払い続ける日々、負のループに陥ります。スコアが高ければ高いほど有利になって、余裕がある人は資産を増やしやすい。負のループに陥らないようにすればいい。努力が足りないんだの一言では何の解決にもならないこのクレジットスコアの仕組み。病気や事故、失業は人生においてつきものなのに、このたった一つの数値で自分の人生が左右されそうで本当に恐ろしいなぁと思います。ちなみにドイツ人はクレジットカードを嫌う人が多いので、本当にここアメリカとは真逆です。まだまだ不思議に思うことありますよ。それは借金をしてまで旅行する人が多いってことです。アメリカ人の3割4割が旅行のためにクレジットカードの借金をしたことがあると答えているようです。多分多くの日本人は借金してまで旅行に行こうとは思わないと答えると思います。旅行という目標を掲げてコツコツ貯蓄をするのも一つの楽しみだったりしますよね。なのでこの借金をしてまでディズニーランドへ行く人が多いと聞いたときはまあ驚きでした。わかりますよ。人生何があるかわからないし、今を楽しみたい、今しかできない体験をしたいという気持ち。でも身の丈に合った暮らしでいいんじゃないかなと思いますが、皆さんはどう思われますか？そして経済大国だと言われているのに、有給の産休も育児休暇もないというから驚きです。私は子供2人ともドイツで出産したのですが、当時はアルバイトで収入が少なかったのにもかかわらず、出産後1年間毎月300ユーロの育児手当をもらったりと、手厚い手当に感謝していました。私たちがアメリカに来た時は子どもたちは小学1年生と4年生だったのですが、保育園に通う年齢だったら大変だったなぁと正直思います。なぜなら保育費用がめちゃくちゃ高額だからです。知り合いに聞いたらこの辺の保育園は月1000ドル超えと言ってました。もう円に換算するのも嫌になります。それでも子どもたちの面倒を見るというのは大変なことなので、保育士さんたちの給料が高いのなら納得するかもしれませんが、そうでもないようです。すぐに訴訟を起こす国なので、保育園が払う保険料も高いんだろうなと思います。まあいろいろと思うことはあるのですが、アメリカで暮らすという経験ができていることに感謝だなと思います。ドイツで暮らしたからこそ、アメリカで暮らしているからこそ、日本のことが大好きになりました。20代の頃は、日本ってなんて窮屈で視野が狭いんだろうと思っていましたが、今はもう日本がどれだけ素晴らしい国なのか、和をもって尊しとなすがどれだけ素晴らしいことなのかを実感します。でも最近は日本の治安も悪くなってきていて、本当に悲しくなります。ここアメリカの治安についてはもう皆さんに説明する必要はないかなと思いますが、とにかく子どもたちと出かけるときにはかなり気をつけています。特に子どもたちがトイレに行くときは要注意。誰がどこで待ち伏せしているかわからないと常に気を張っています。ウォルマートで行方不明の子どもたちの写真の掲示を見るたびに心が痛くなります。期間限定のアメリカ・サウスカロライナ州での暮らし、子どもたちがドイツ語と日本語、さらに英語が話せるようになることは本当に嬉しいことです。
私もここアメリカで小さな幸せを見つけながら、まだまだ皆さんにアメリカでの暮らしをお届けできたらなと思っています。お願いします。もうスタートしちゃうよ。あ、魚取ってきてほしい。ねえ、メイタマネしそうめんの中にもある？もうあるね。グッドボタン押しました。グッドボタン押してね。グッドボタン押してね。じゃなくて押しました。押しました。グッドボタン押しました。Allemaal piep piep piep. We gaan zware lief. Guten Appetit. Dun 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 dun. うわ、お箸出てきた。よいしょ、よ。すごいな、わさび。8歳でわさび、7歳でわさび食べるか。家族元気で過ごせたらもうそれだけでいい。目が見えて、手足が動いて、今日食べるものがある。そして皆さんが私の動画を見てくださるだけで本当に幸せです。パンパカチャンネルです。今日はキュウリを食べる練習をします。きゅうり食べるのに練習に行きたい。Want of nog? それはきゅうりを食べる練習する。どうですか？ Wie heißt dein Channel? パンパカチャンネル。パンジャカチャンネルです。だからまずは口開けて、これ開けて噛む。 Sprich mal nicht, wenn dein Mund zu voll ist. こうやってそれじゃあいっぱい持つ。それじゃあもう一回する。